来て8時に店開けます。楽しみです。味を維持してお客さんに飽きられないラーメンが作れればいいなと思ってます。ありがとう。また選ぶらず親方の言うことを聞き、周りへの感謝を忘れないでいた。今日九州と太平洋側、あとは見通しがね、今現在ここそういうことあんまりではリクエストにお答えしましょう。大阪府でお聞きのラジオネーム。今日使うやつ、今日使う分の最終味入れっていうか、そんな感じです。これとこれもそう、今日使うやつ。これは今塩抜きしてる段階であさって使う分、これが昨日塩抜きしたもの、昨日塩抜きしたメンマ。これ後でこれ終わったら一回味入れて、でちょっと1日休んでもらって、1日経ったのがこれ、沸いたらちょっとこう弱めで好みの硬さになるまで煮込む感じですね。あんまり、コリコリしたのね好きな人もいるけど、割となんだろう、食べやすいように柔らかく作ってます。今日金曜日だから60キロぐらいは使うかな。こういう感じで。半分っていうよりかはなんかこうカッタロース、豚ロース、油の部分とこっちのちょっとさっぱりした部分があるんですけど、油の方が火入りづらいんで、若干ちょっとバランスとって油をちょっと小さめに切ると後でスープに入れるんですけど、同じ時間煮込めば大体同じ火の入り方になるんで、こっちは赤身なんだよね割と。でこっちは油ついてるじゃないですか。だからこっちの方を気持ち小さめに、こうだと真っ二つでしょ。ここじゃなくって、これだったらこの辺りかな。これはカナダ産なんだけど、日本用に作られたカナダ産のお肉で、スープとの相性いろいろ試してみて、これが出してるスープに一番合ってるかなっていうイメージ。ちょっとこう食べてみて、ちょうどいい硬さかな。
れが昨日塩抜きしたやつ。明日の分、これが全部今日の分なんだけど、足りなかったらこう一回味入った薄いやつもう途中で混ぜながらこう使ったり、予備的な意味も、これがまあさっきの言ったあさっての分、塩抜き中のあさっての分3種類。検証で不要になると推定し、医療ニーズなど地域事情を調査した上で参考をまとめました。アメリカのトランプ政権によるカーボン税が発生しました。地元メディアによりますと、麓の集落の 90% が新しい住まいに始まる新しい暮らし。住まいは毎日の暮らしの中で家族が成長し、絆を深めてられない住まいを形にします。イノスグループは全国に広がる家づくりネットワーク。長など、マネージャーの職しか道がありませんでした。それには人員的な素直にと言われる気持ちでがある。今日はさ、喜べる喜べない見た目大切な気持ちに言動になるもので、水曜日7時20分からの食と農を毎回ゲストやお店のスタッフと販売者がまずパルスを使ってこの番組作りを参考にするためのアントニーの X から回答フォームにアクセス。よろしいで。こんな感じ。ちょっとラジオにしゃべって。そのままだと思うな。長崎県の普通のラジオだからね、この昨日のやっていうこのラジオが記録になってなんかここでね、アマゾンさんからのリクエストをお願いしましょう。星野源喜劇。もう1回沸いたらもう終わりです。開けてあげてムラが出ないように。まだちゃんと溢れないです。ちょっとだけスープ逃がすんですよ。チャーシュー出来上がったらまた戻すんですけど、お、
朝用に用意しといて、でスープの中にもう一回入れて温め返す。やってます。醤油を少し温めます。ラーメン用の醤油。少し温めとかないと、冷たい醤油ラーメンに入れたらちょっと冷めちゃうじゃないですか。少し温かくしておくんですよ。あとチャーシューもここにつけるんで、冷たいより温かいチャーシューを温かい醤油につけた方が味の入りもね、いいんで。週明けから店頭販売が順次スタートされます。価格は店長をやってます。いいじゃないですか。いや、健太さんのシンプルです。これは備蓄が1万トン調達し、和の輝きと名付けて5キロを税抜き2000円で販売しました。昨日の午後1時に販売されたりする、ありません。今日の午後1時に販売。パリ・サンジェルマン、イタリアセリエ A からインテリ両方なかなかチャンピオンズリーグのいいところまで行きながら勝ちきれないっていう大会が続いてきて、思いというのはあると思います。そして両チームともクラブワールドカップに日本人のチームの中で同じような鈴木ザイオン選手、田中2人目は堂安律選手です。ブンデスリーガのライブルクというチャンピオンズリーグに出られるようなチームに移籍するのではないかと思います。5人目は飛躍を期待したいと思います。以上。結婚式は成功しましたが、当日から借金返済のプレッシャーが最初は上がっていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していた人は借りてきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金10。代表は法務大臣認定司法書士の岩田修平。休業ロードマーク1000件だったんですけれども、2021年には約5万1000件というふうになってしまうということで、いきなりブレーキをかけると半分の利益を受けようとしてしまって、対向車線にはみ出して対向車と出て近くにいる歩行者とか自転車に気がつかなくって。どの道路でも動物が出てくる可能性があるという認識です。その際にそしてその時
したのは2006年かな。仕込みで言ったらさっき見てもらった通り、ほぼほぼ当日に作ったものを当日に出すっていう、こだわりっちゃこだわりですかね。仕込みって何時からやられてるんですか5時に来て8時に店開けます。？5時からやられてる。そうですそうです。山手線の始発で毎日来るときは毎日。はい。お休みはどのくらいなんですか？お休みは月にね、6回か7回ぐらいは取ってます。それ以外はもうずっと始発なんですか？始発です。はい。圧倒的にザルの方が出てて、7割ぐらいはもうザルなんですよ。でその中でも一番いっぱい出るのがチャーシューザルラーメンってメニューで、皆さん、僕らもそうだけどチャーザルって呼んでるんですけど、それが一番ですね。もう4割近くがチャーザルです、1日の中で。はい、納豆はそうザルの方が出るのかな。卵と和えるんで、ちょっと絡むんですよ、麺に。それがまたいいんじゃないですかね。はい、朝8時から営業っていうのは最初からなんですか？いや、これは5年ぐらい前。それはオーナーさんが決められてる？そうですそうです。新橋で朝やってて結構入るのと、朝出しても食べてもらえるラーメンなんじゃないかなっていう感じですね。朝はパラパラっとずっと少ないけどお客さんが続いて入ってる感じで、10時ぐらいからじわじわと増え出して、お昼はね早いと10時ぐらいから混み出して、2時3時ぐらいまでは結構席埋まってる感じですかね。展望味を維持して、お客さんに飽きられないラーメンが作れればいいなと思ってます。飽きられないように、頑張ってます。目新しさを感じる素敵なプレゼント何かないかな。父の日か何かとね。いろいろ考えるかもしれないけど、パターンでも全然嬉しいものなの。ちょっと目線を東京ホテル公演島田静香プレミアムシンフォニックコンサート2025グラン島田さんにはウェブ予約で待ち時間のないタイヤ交換がおすすめです。すみません、ちょっと今忙しいです。8時です。イエローハットトゥデイズキーナンバーにしました。楽しみです。美味しいです。一緒に始めます。
中央道芝公園まで1キロの渋滞です。この影響で羽田線の上り線で事故後の緊急の工事が行われているため、から八王子インターまでの所要区間は一般道路の上昇です。神奈川県川崎市内の川崎市宮原区有馬病院センターでした。東京 FM トラフィックレポート、次はブルーオーラーメン大盛りです。ありがとうございました。ありがとうございました。
りがとうございますどうぞはいペロンチどうぞ交通情報センターでした。ありがとうございました。じゃあさありがとうございました。どうもありがとうございました。いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとうございます。よしよしよし。
ありがとうございました。はいどうぞ。また。そうなら電話ずっと待ってる。そう実はねそう特に。はいどうぞ。カザルです。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。あんまりね。はい。誰もイメージでニュースで。本当にちょうです。卵入り。ありがとうございました。今日初めてだね、多分ね。ざるはあったけど。大盛りです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。改めましてどんよりしていて、アジサイとかも。
ありがとうございました。